今日はですね、本気でイメージしないとですね、魅力的な絵は描けないよというかですね、なんでしょう、その人の何を思って描いたかってことがですね、どうやって隠しても隠しきれないんですよ、絵って。自分が思ってることは不意に絵に出るんですよ。例えばですけどねちょっとひどい話なんですけど、2023年ねのレイアウトコースのアニメ実践課題っていうのをねちょっと作ってて、これはどういうものかっていうと、アニメのコンテをですね、課題にお題に出して、そこからアニメのレイアウトを書いてもらうっていう課題なんですね。でも昔のコンテ僕使ってるんですよ。仕事なんでね、これがなるべく面白くなろうって僕はね、一応頑張って書いてたんですよ、コンテ。一応本気で書いていたんですが、いかんせんですね、僕がそのアニメというか原作というか、シナリオ段階で正直面白くないって思っちゃってるんですよ。1ミリも面白くないってどうしても思ってるものをですね、なんとか面白いと思って書こうと無理やりですねテンションを上げたところで無理なんですね。なのでなんか構図をかっこよくうまく見せて書いたりとかです、なんかいろいろですね、自分を楽しませる、無理やり楽しませようとする部分がねありながら書いてたなーっていうのを思い出しながら、ちょっとさっきその課題作ってましたはい。で映像の流れとか、コンテンツの流れとしては悪くないんですけど、あんまり楽しくない、なんか違うなと。やっぱそういうなんか違うなってものって長続きしないっていうかね、自分を騙しちゃダメなんですよ。いやこれはこういうもんだから続けようみたいなですね、自分の心の中の何かと妥協しちゃダメなんですよ。なんかこれ違うなって思ったらですね、やっぱ違うんですよ。多分そのなんかこれ違うなっていう違和感は時間の経過とともにですね小さくなることはないんです。絶対ないんです。大きくなる一方なんです。僕はこの時このアニメの力を信じられないって思ったんですね。どういうことかっていうと、これが誰かの役に立つって思えないってことです。簡単に言うと、だから面白くない。わかります？これが誰かの本当のためになるって自分が信じられない。これが本当に誰かが面白いと思う、少なくとも自分が面白いと思うものだなければやっぱ筆は止まるし、なんかね僕はダメなんですよそれ。大きめの話に聞こえるかもしれないですけど、皆さんの1枚の絵もそうですよって話です。1枚の絵、例えばある人が携帯で話していると、スマホで話していますみたいな、あるいはもっと簡単に言うと女の子がいる、男の子のキャラがいる、そこに本当にいると思って書くんですよ。そこにいるって俺だけは思うっていう私だけはそこに美青年キャラがいると信じるっていうね。じゃないとそもそも紙の上というかデータの上ですよね。ただのドットですよ。拡大していくとただのドットであり、ただの黒煙の塊でありね、絵というのはなわけですが、それがそこにいるっていう風に自分がまずは思うって書く。そうしたら少なくとも自分が信じられたら、それ以外の人がここにこういうキャラがいるみたい、なんかそれが結果として魅力的ですね、可愛いですね、かっこいいですねになるんですよ。だからね、なんか自分がいると思うっていうこの気持ちがめちゃめちゃ重要なんですよ。結構僕が好きなエピソードとして、富野義行さんっていうねガンダムの監督が好きなんですね。で何がどう好きかっていうと、なんかやっぱもちろん作品もすごく好きなんですけど、なんでしょう、その志が好きなんですよ。その人が最初に監督したトリトンっていうねアニメがあるんですよ。このトリトンがね子供向けなんですけど、ちょっとしたトラウマアニメなんですね。何かっていうと、その後のアニメで、そのロボット系アニメでよくあるですね、敵だと思ってその滅ぼした自分が実は敵だったじゃないや、悪いことをしてしまったみたいなさね。要するに子供向けなんだけど完全懲悪ではなく、その人のですね正義感っていうものは何だったんだみたいなね、土台からですね足元からですね価値観を揺るがすようなですね、そんなアニメなんですよね。でそれは何かって言ったら、子供向けだからってバカにして作るんじゃないよっていうことをですね富野さんずーっと考えてるんですよ、あの人はね。でそれが大ヒットしたガンダムね、初代ガンダムね、ただのおもちゃの広告と思われていたロボットアニメのジャンル、要するになんていうの、三流みたいなね考え方で、三流四流五流分かんないけど、ただのおもちゃの広告時間にしてしかなかったロボットアニメのをですね、いやこれは映画以上のものになるだろうと、
ね、2001年宇宙の旅とかね、富野さん好きだったやつね。ね、あるいは他の SF 映画に、劣らないようでですね、すごいのを作れるっていう風に、本人は信じて、本人だけはそう思って作ってるんですよ。あるいは周りのスタッフぐらいそう思ってたのかわかんないですけれど、で、本気で作ったものって伝わるんですよ。そういう意味で。ただの子供騙しのロボットアニメだと思って作ったら、やっぱそうなるんだよ。でそうじゃなくて、これは映画だと子供も大人も楽しめるような一流の、作劇であると、映画であるというふうに本人が意識して、そうなるようにひたすら、作ってたわけですよ。ただね、信じりゃいいってもんじゃないですよ。そのためにはちゃんと準備が必要なんですよ。用意周到なというかね。ただ適当に信じることなんて人はできないんですよ。一枚の絵もそうですよ。全部そうなんです。例えばこうやって僕が雪を握ってますよね。皆さん自分がこれをね、例えばこの手を描くとして、雪を持ってる手を描くとして、雪の感触とかを信じられますかってことですよ。ね、感じられないでしょ。雪持ったことない人は。信じるためには知識と体験が必要なんですよ。ただ適当に信じろなんて無理なんですってね。だから見ながら書かなきゃダメなんですよ。なんで見て書くのってね。なんで、理解して書かなきゃいけないのって言ったらですね、見て理解して形が分かったものでなければ、そこに存在しているような気がしないでしょ。普通自分の中で、脳みそでイメージできてないものを書くんじゃないよってことなんですよ。実はそこにそのものがあると思わないとダメなんですね。だからただ信じて書けってのは無理です。そのためには圧倒的な知識と経験値と、さらにそれを何度も作ってみては、経験値、キャリアが必要なんですよ。僕もですね、最初からそこにキャラクターがいると思って書けませんでした。最初やっぱ空間も曖昧だし、デッサンも曖昧だし、だからそういう意味では空間や立体や基本的なまずは最初基本的な比率ね、キャラクターから始まって、空間を描くに至るまで、それっていうのは何かっていうと、そこに実在感を、そこに存在するかのように見せるために、自分も錯覚できる。そしてそれは他人も当然そこにいるかのように思わせるために絵の技術っていうのがあるんですよね。そのためには見ながら描く、資料を見ながら描いたり、自分で、見よう見までやってみたり、ありとあらゆる方法を取る上手い人の描き方を見たりっていうのも当然そうなんです。上手い人って何かって言ったら、その実在感を出し方がうまいんですよ。ここを押すとより、それをやってるように見えるっていうコツがあるんです。例えばね、皆さん自分でね、自撮りしてみてください。なんかアクションとかさ、いやあなたアクション俳優でもなければアニメキャラでもないから、トーハーなんてさポーズ取ってもさ様にならないでしょね。だからうまい絵って何かって言ったら、この様になるポージング、しかも様になるアングル、しかも画角っていうのかな、そのレンズっていうのかな、もう全部入ってるんですよ。だからうまい絵模写してうまい形を覚えようって何かって言ったら、描きたいテーマものを端的により実在感を誇張してか強調して見せられるようになるから、うまい人の描き方を通して絵の中に実在感を表現する術を学ぶのがうまい絵を模写するっていうことなんですよ。例えば皆さんこの木を描いてください。なんかうねなんかうまく描けなさそうですよこれね。でも僕だったらこのね針葉樹林っていうのをシュッシュッシュッと外側に跳ねるように、この針葉樹林の葉っていうのを描いてあげるとかっこよく見えるんですよ。っていう上手い人の描き方を通して初めてこの世界を人っていうのは描けるようになるので、その人自体はもちろん針葉樹林の描き方というかね、何かでも学んだり、上手い人も上手い人を真似して、上手い人も上手い人を真似して、これ何かって言ったら、そこに木がある、そこに木を描くってなった時に上手い人の実在感をインストールして描くわけですよ。だからそこにあると信じて描くっていうのは、そんなのねいきなり無理ですって。例えば歩きとか走りっていうアニメーションのね基本的な動きがあるんですね。でそれをですね自分で自撮りして歩いてる描きゃいいじゃないですかって。いや、どのコマを撮ったらより歩いて見えるか走って見えるか分かりますか？これが難しいんですよ。ただ動画撮影してそれをなぞったらアニメーションになるのって言ったらですね、それロトスコープって言うんですけれど、なんかこれじゃないなって感じになると思います皆さんなぜかっていうと、歩きを端的により分かりやすく表現するポイントをつかまないで
適当に輪郭をなぞってるから、なんか気持ち悪い動きになるんですよ。例えば体重の移動とか足の裏の軌道であるとか、そういうものがスムーズに動きますよというですね、アニメーションの描き方のインストールっていうのかな、吸収をするとめちゃめちゃ歩いて見えるんですよ。現実の歩きと歩いて見えるは違うんだよ。だからわかる？これが絵の面白いところです。美少女キャラいますか？身の回りに目のでかいやつ。美青年キャラいますか？イケメンなキャラのような気がするみたいなのはいるかもしれないけど、いないですよね、アニメキャラ。それはその現実にあるものの面白い部分とか魅力的であろう部分を強めて強調して見せてるんですよ。これがですね、リアルとリアリティの違いです。リアルというのはただ現実にあるものをただ写し取ったもので、リアリティっていうのはより実在感が存在するように見える誇張されたものなんですよ。だからリアルより皆さんはリアリティが楽しいんですよ。例えばですね、いやーこれリアルな劇だわーって言ってさ、家庭のね出来事やり取りをですね、ただどっかにカメラを置いて面白いですか？それ多分どの家庭をとってもそんなに面白くないと思うんですよ。そんな面白い事件は起きないし、そんな面白い人間関係も会話もその瞬間に展開されないですよね。ですが映画を見ると、あるいはそういうドラマを見ると楽しいですね。なんかこうドキドキワクワクするような展開に満ちてるじゃないですか。一応そうしないとね娯楽にならないからね。作り物なんですね。それは現実の人間を使ってよりそういう伝えたいものをよりはっきりさせるために、見せてるだけなんですよね。なんでそれは現実ではない。だけれどそこでそんなことをやってるように見えるリアリティがある。ただそのリアリティを描くときにやっぱり自分がそれを信じられないときついんですよ。もっとシンプルにただ立ってるだけの人をそこに描くとします。その人がどんな人でどんな、ことを考えて思ってるのか、どんな靴なのか、どんな、足元、どういう体型の人なんだろう、そういうですねいろんなことを考えながら描くのと、なんか適当になんとなくではですねちょっと違うんですよね。きっとこの人椅子に座ってたらこんなことするよねとか、ジュース飲む時ってこんなだよねって。でもこれってねいきなりできないですよ。それやっぱり見ながら描く、観察して描く、自分でもやってみる、いろんなことやりながらそういうリアリティを、絵の中に入れることができる、自分の、感覚をぶつけられるような表現力ってやっぱり基本とか、基本比率体、空間立体圧縮、いつもの僕の話してるやつです。ノウハウですね。それがあって初めてやっぱり表現できるんじゃないかなと思います。もっとシンプルにねこれから受講しようというね、2023年ですね、ちょうど今日からですね塾生さんがもう続々とですね、手続き完了して入ってきてると思うんですけど、ぜひですね新しく塾生さんで今後受講する方は特にですね、ここマジで、意識してほしいのは、これ何してるか分かるっていうのをですねぜひ目指してください。100人見たら100人誤解なくこれは何をしている、どんなキャラクターなんだというのがですね分かりやすいことをまず目指してください。これが絵のクオリティをまず一番上げる方法です。一番ですね辛いのってなかなかうまく見えないのは、これ何してるか分からないなんですよ。よく分かんない絵、これが一番見ててストレスになるんですね。そしてそれはね今日の話とその実在感というのもですね、これ何してるっていうのが分かんないものに関してですね、実在感もクソもないですよ。分かんないんだもんだって。ノイズィーなんですよ。なんでそうならないようにですね、ぜひ皆さん最初はですね、初級者としてはまず何をしてるか分かる。僕ねこれめちゃめちゃ意識してました。これがですねまず一番大事なことです。相手はなかなか分かってくれません。自分の絵、自分はこういうつもりでこういうような気持ちで描いたんですけどねって、それはあなたの脳みそ内ではそう思ってるかもしれないけど、それを他人に伝えるためには結構な工夫や努力が必要なんですね。それを技術でね補ってほしいという感じです。